先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ゴリ先輩です。リコ先輩です。今日もよろしくね。今日のテーマは美容院で希望の髪型を伝える日本語だよ。これ苦手な人すごく多いよね。気づいたらお任せでって言っちゃうみたいな。その前に前回の話ちょっとだけ。救急車を呼ぶ時の日本語だったね。一刻を争う。覚えてるかな？もう使った人いる？使う場面は少ない方がいいけどね。でさ、美容院正直めちゃくちゃ緊張するんだよね。わかる。鏡の前で急に頭が真っ白になるやつ。そうそう、聞かれるじゃん。今日はどうされますかって。最初の質問が一番の山場だよね。で結局お任せで思ったより短くなる。それ伝え方をちょっと変えるだけでぐっと減るよ。本当？じゃあ今日はその一言を覚えて帰りたい。OK。じゃあ長さの伝え方から順番に行こいいね。う。難しく考えなくていいの。覚えるのは長さ、量、色、この3つだけ。3つだけ。なんか急にハードル下がった。そうそう。あとはお任せでのコツ。これさえ押さえればもう怖くない。お願いします先生。先生って。その前にお店に入ってからの流れもちょっと確認しとこう。予約してたら受付で予約した〇〇ですって名前を言うだけ。予約なしでも入れるの？店によるけど、予約してないんですけど大丈夫ですかって聞ける。なるほど。で、席に案内されたら、さっきの今日はどうしますかが来る。そこで固まるんだよな、毎回。わかる。じらなくていいの。少し考えてもいいですかって言えるから。それ言っていいんだ。なんか申し訳なくて。全然 OK。プロもせかしたいわけじゃないからね。まず一番よく聞かれるのが、どのくらい切りますか？あんまり切りたくないなら毛先を揃えるくらいで。揃えるって長さを整えるって意味？そうそう、バラバラの毛先をまっすぐ切り揃える感じ。だから揃えるくらいなら長さはほぼ変わらない。なるほど。それ知ってたら短くなりすぎる事故防げたな。もっとはっきり伝えたいなら数字を使うのもいいよ。数字？全体的に2センチくらい切ってくださいみたいな。全体的にって便利だね。一部だけじゃなくて全部。逆に毛先だけ、前髪だけって限定もできる。そっか。逆に思い切って短くしたいときは？思い切って短くしたいです。そのまま使えるよ。思い切っては迷ってたけど決めたってニュアンス。なるほど。髪以外でも使える？使える。思い切って引っ越した。思い切って買ったとか。いいね。次、前髪。これミリ単位で印象が変わるの。前髪。一番失敗するとこかも。短くしたくないなら眉にかからないくらいが便利。もっと残したいなら目にかからない長さで。ほんと、後ろにくらいとか長さでをつけるとふわっと指定できるね。そう。きっちり数字が怖い人はこの言い方が安心。髪の量が多くていつも重いんだけど。それならすいてください。量を減らして軽くするの。すく？初めて聞いた。揃えるとどう違うの？揃えるは長さ、すくは量。ここ混ざりやすい。なるほど。長さは変えずに量だけ軽くしたいときにすいてか。正解。ただ好きすぎると逆にまとまらないからほどほどに。色を変えたい人は染めるね。明るめ、暗めで伝える。明るめ、暗め。後ろに目をつけるとちょっとだけって感じ？そうそう、ちょっとよりのニュアンス。強すぎない指定。なるほど。でも染めると髪傷むんでしょ？傷むね。心配なら傷みにくい方法でって聞ける。傷むは物が悪くなること。食べ物にも使うよ。パーマも強さって伝えられる？もちろん。緩めに、しっかりめにで大体伝わる。あとは写真を見せるのが実は一番早いの。確かに。言葉に詰まったらこんな感じでって写真出せばいいのか。そう。言葉と写真両方あれば最強。あとさ、俺髪がうねるんだけど、それも言える？言える。くせ毛で広がりやすいんですとか。湿気で広がる。うねりが気になる。悩みをそのまま言えばいい。なるほど。プロは髪質を見て扱いやすい切り方を提案してくれるよ。相談していいんだ。
むしろ相談した方がいい。毎朝のセットが楽になるから。いいね。朝できるだけ手間をかけたくないも立派な希望だよ。それ、俺の一番の希望かも。そうそう。似合うか不安なら、似合いますかねって相談もあり。ほんと。顔の形とか髪質に合わせてプロが意見をくれる。自分じゃ似合うかわからないもんな。わかる。この前髪私に似合いますかみたいに具体的に聞くといい。なるほど。実は似合う感じでお任せも便利な頼み方なの。また出た。お任せ。便利でしょ？後で詳しくやるね。白髪が増えてきたんだけど、それも染められる？もちろん。白髪を目立たなくしたいって言えばいい。へー。全部しっかり染めるか自然にぼかすか選べるよ。ぼかす？完全に染めずに白髪を周りとなじませる感じ。なるほど。ナチュラルにぼかしたい、しっかり染めたいで伝わる。悩みを言葉にできると安心するな。そうそう。あと地味に気になるのが料金。それ聞いていいんだよ。カットだけでいくらですか？これは追加料金ですか？途中で値段聞いていいんだ。いいの。何か勧められた時、それは別料金ですかってね。なるほど。後から高くてびっくりを防げるからね。それ何回かやったわ。わかる。遠慮なく確認していい。お金のことははっきりさせていいの。仕上げにワックスつけますかって聞かれることもある。あれ、いつもよくわからず、はいって言っちゃう。わかる。つけない仕上がりも見たい。軽めでとか言っていい。なるほど。あと、家でも再現できますかって聞くとやり方を教えてくれる。へえ。店では決まるのに、家で再現できないやつ。あれ困る。ブローのコツを聞いておくと、翌朝が全然違うよ。いいね。あとさ、美容師さんとの会話、何話せばいいか困らない？無理に話さなくていいんだよ。黙っててもいいの？今日はゆっくりしたいですって一言でそっとしてくれる。へえ。本読んだり目つぶってても全然マナー違反じゃない。それ知ってすごい気が楽になった。わかる。沈黙が気まずいっていう思い込みだったんだな。思い切ってイメチェンしたいときはなりたい雰囲気を伝えるといい。雰囲気？大人っぽく爽やかに柔らかい感じみたいなふわっとした言葉。なるほど。形より雰囲気の方がプロには伝わることもあるの。へえ。若く見せたいとかでもいいの？もちろん。正直な希望ほどいい提案が返ってくるよ。いいね。トリートメントって毎回やった方がいいの？痛みが気になるならおすすめ。傷んでるのでケアしたいで頼める。なるほど。ただ毎回は予算的にきついから今日はカットだけでも全然あり。確かに。必要な時だけ頼むで十分。断るのは失礼じゃないよ。いいね。あと次いつ頃来ればいいですかって聞くと目安を教えてくれる。へえ。1ヶ月半くらいとか。形を保ちたいなら参考になるよ。プロに聞けば自己流で逃しすぎなくて済むのか。そうそう。切った後にここだけもう少しって思ったら、鏡を見てその場でここあと少し短くできますかで大丈夫。ほんと黙って後悔するよりずっといいな。そうそう。写真って1枚見せれば十分？何枚かあるといい。前から横から後ろからだと伝わりやすい。へえ。あとこうはなりたくないって例も見せるとすごく親切。嫌な例も見せていいんだ。そう。この長さは避けたいが分かるとプロも安心して切れる。なるほど。なりたい姿と避けたい姿両方か。そうそう。ゴールが挟めるとズレがぐっと減るの。いいね。シャンプーの時倒れる椅子に案内されるでしょ。うん。あの時間実はリラックスタイム。力を抜いていいの。つい肩に力入っちゃうんだよな。わかる。お湯の温度熱くないですかって聞かれたら遠慮なく言っていい。温度も言っていいのか。ずっと我慢してたわ。なるほど。首が痛い時も枕少し下げてもらえますかって言えるよ。いいね。男の刈り上げって長さどう言えばいいの？何ミリでって数字で言うとはっきり伝わる。へえ。サイドは短くトップは長めにみたいに場所で分けてもいい。なるほど。名前のある髪型はその名前を言えばいい。名前が分かるならそれが一番早い。分からなければさっきの写真。確かに。あと季節で変えるのもおすすめだよ。ほんと。夏は涼しく短めに、
冬は温かみのある色にとか。へえ。季節で相談していいんだ。夏に向けて軽くしたいですとか、自然な頼み方だよ。なんか美容院との付き合い方が見えてきたな。そうそう。で結局さ、お任せでって言っちゃダメなの？ダメじゃない。むしろ便利。使い方さえ間違えなければ。丸ごとお任せだと想像と違う仕上がりになりがち。それで毎回事故ってたのか。そう。だから譲れないところだけ決めて、残りを任せるの。なるほど。あと最後の保険。これ以上は短くしないでください。ほんと？それ切ってる途中でも言っていいの？もちろん。途中で一回鏡で見せてもらえますかもあり。遠慮しなくていいの。あなたの髪なんだから。確かに。お金払ってるのはこっちだもんな。仕上げでいつもと同じ感じでもすごく使える。2回目以降ならそれが一番楽だ。あと家でセットしやすいようにって言うと親切にしてくれる。へえ。切った直後は決まっても馴染むまで数日かかったりするしね。馴染む？どういう意味？周りに自然に溶け込むこと。新しい髪型が体に馴染むとか。へえ、人間関係とかにも使えそうな言葉だね。そう、新しい職場に馴染むとかね。応用が効くよ。もし仕上がりが違ってもお直しができる店も多いよ。ほんと？数日以内なら無料で直してくれるところもある。知らなかった。ここもう少し切ってもらえますかって後日でも言えるの。なるほど。我慢して伸びるのを待つってしなくていいんだよ。それ何回も我慢してたわ。わかる。気に入った美容師さんがいたら次から指名できるよ。指名？前回担当してくれた方でって予約の時に言うだけ。なるほど。同じ人だと毎回説明しなくて済むからすごく楽になる。いいね。いつもの感じでが通じる相手できると最高だな。そうそう。逆にどうしても合わないお店だったら？無理に通わなくていいの。お店を変えるのも全然あり。へえ。あなたに合う美容師さんは必ずどこかにいるから。なんか勇気出るな。いいね。なんか美容院怖くなくなってきたかも。でしょ？結局言葉を2つ3つ用意しておくだけ。緊張してもメモ見ながらでもいいもんね。全然あり。スマホの写真と一緒に見せてもいいし。シャンプーの時、かゆいところないですかって聞かれるでしょ？あれ、いつも反射で大丈夫ですって言っちゃう。わかる。でも強さは言っていいの。もう少し優しく、もっと強めで。我慢しなくていいのか。痛い時もあるんだよね、正直。言わなきゃ伝わらないよ。優しく言えば全然失礼じゃない。確かに。あと顔周りってよく言うけど、あれは？顔の横の髪のこと。ここを少し切ると印象がすごく変わる。へえ。それと段を入れる。髪に長段をつけて動きを出すこと。段か。逆に段なしでまっすぐも頼める？もちろん。段はつけずにワンレングスでって言えばいい。なるほど。ここだと襟足とか耳周りも気になるんだよね。耳を出してください。襟足はすっきり。これで伝わるよ。いいね。すっきりはさっぱり軽く整った感じ。便利な言葉だよ。髪以外でも部屋がすっきりしたとか言うもんね。そうそう。もし失敗したら次はどう伝えればいいんだろう。前回の写真を見せて、ここをもう少し残したいが一番伝わる。なるほど。失敗も次に活かせばいいの。だんだん伝えるのが上手くなる。なんか勇気出てきた。次はお任せでに頼りすぎないぞ。いいね。じゃあ今日の一番のポイントをちょっと整理してみようか。T フレーズはお任せで。意にはあなたに任せます。判断を相手に委ねる言い方。もう一回ゆっくり言ってもらえる？いいよ。おまかせで。ポイントは丸投げにしないこと。例えば長さはこのままで、あとはお任せで。なるほど。譲れないところだけ先に言うんだね。そう、それだけで事故がぐっと減るよ。お任せで。これは美容院以外でも使える？もちろん。お店でおすすめお任せでとかすごく自然。便利すぎる。これは絶対覚えて帰る。じゃあ練習。心の中で一緒に言ってみてね。長さはこのままで、あとはお任せで。いくよ。3、2、
1。いやー、今日のは本当にすぐ使えるやつだったね。うん。次に美容院行くとき一つでも言えたら大成功。揃える、すく、お任せで。この3つだけでも違うよね。そうそう。完璧に話そうとしなくていいの。一言伝わるだけでぐっと近づくもんね。今日のフレーズ、最近どんな時に使えそう？コメントで教えてね。それじゃあまた次のカフェで。お疲れ様でした。